ミーの48分の1スケールスピットファイア FR マーク14の仮組みを行います。久々のアカデミー製品ですね。しかもスピットファイアですか？このスピットファイアはいわゆるグリフォンスピットと呼ばれるタイプ。グリフォンスピット？スピットファイアはマーリンエンジンを搭載した初期型とグリフォンエンジンを搭載した後期型に隊列される。エンジンが変わったってことですね。そうそう。確かエアフィックスのマーク5の紹介の際にグリフォンエンジンが間に合わなかったと紹介してましたね。そのグリフォンエンジンを搭載したスピットファイアってことです。なるほどね。グリフォンエンジンは2000馬力の水冷エンジン。このエンジンを搭載したマーク14は時速720キロを記録した。プロペラが5枚ブレードですね。それとバブルキャノピーを採用しているのと垂直尾翼が大きくなっているのも特徴かな。ふむふむ。グリフォンエンジンのサイズはマーリンエンジンとあまり変わらなかったみたい。だからグリフォンエンジンに換装することができたわけね。ただ重量が200キロほど重かったようで全体的に筋肉質な外観となったみたい。翼端がカットされてますね。実はこのカットされた翼端形状はあまり好きじゃない。どうしてカットしているの？低高度での運動性向上が目的とかロール率が向上しより素早く左右に切り返しができる。なるほどね。ただし揚力が減るため高高度性能や滑空性はやや低下するとか。ところで FR って何？ FR は戦闘偵察機という意味。機体後部の胴体左右に斜め下向きのカメラ窓が追加されている。偵察任務用として開発されたが戦闘能力も高く通常の戦闘機としても活躍したわけね。それで今回はアカデミーのキットとなります。1997年に発売されました。どうしてこのキットを選んだのかしら？グリフォンスピットは不死身からも出ていた。不死身のスケールは72分の1スケールだけどね。ふむふむ。水滴型キャノピー5枚プロペラと印象に残っていて48分の1スケールでも作りたいなと思っていました。スピットファイアマーク14は宝も出ているの？いくつかありますので時系列で紹介しますね。お願いします。最初に紹介するのは投稿者は知らないメーカーからです。イタリアのメーカーでカサディオ。スペルはこうね。おそらく1980年代のどこかで販売されました。日本で取り扱われたのか分かりませんが水滴型キャノピーではないのね。翼端も通常型かしら？従来のキャノピー形状もありました。初期型なのかな。なるほどね。続いてホビークラフトカナダからで1991年。こちらも従来型キャノピーね。そして1996年に今回紹介するアカデミーから発売された従来型キャノピーで翼端も通常タイプのマーク 14C も出ている。ここで出てくるのね。ホビークラフトとアカデミーは同じ金型かなと思ったんだけどどうやら違うようです。同じく韓国メーカーのウルフパックからも2023年に出てますね。そして2019年にエアフィックスからも出た。いわゆる赤箱ね。まずはパッケージ内容を確認するのだ。お願いします。パッケージイラストはヨーロッパのどこかの都市上空を飛ぶスピットファイア FR マーク14なのだ。 RAAF ということでオーストラリアからの志願部隊ですかね。英語版のウィキペディアによると1945年頃にオランダの V2 ロケット発射基地などの攻撃に参加とある。なるほどね。では中身を開けていくのだ。薄いグリーンのランナーが4枚。透明パーツが1枚。デカールが1枚。組み立て説明書なのだ。塗装図。マーキングは1種類。王立オーストラリア空軍第451飛行隊となる。なるほど。部品点数は余剰パーツも含めて90点。結構な部品点数ですね。ではアカデミーの48分の1スケールスピットファイア FR マーク14の仮組みを始めるのだ。最初に操縦席なのだ。ふむふむ。まずは座席の組み立てから。座席は全部で5パーツ。いきなり細かいパーツ構成ね。続いて操縦席の組み立て。操縦席は胴体に組み込む形で組んでいくようです。なるほどね。操縦席は全部で17パーツ。まずは胴体右側に隔壁を組み込んでいく。珍しい作り方ね。右側が終わったら操縦席中央部分の組み立て。ペダルは分割して使うのね。できたら右側の隔壁に通して合体させる。続いて胴体左側も作るのね。左側には操縦席後方のカメラ部分も組み立てます。透明パーツも仕込むわけね。一旦左側を外した感じでこんな感じとなります。
次はプロペラね。プロペラは全部で7パーツ構成。プロペラをスピナーに挟んで接着する。プロペラが1枚ずつ分割されているのね。次は主翼、水平尾翼、胴体なのだ。いわゆるしの字ですね。先に操縦席で触れていますが、最初に胴体の組み立てとなる。ふむふむ。胴体は左右分割で2パーツ構成。操縦席とプロペラ軸を挟んで接着する。なるほどね。貼り合わせたら機種部分の組み立てをする。機種の排気管などの組み立てね。胴体のモールドはどうでしょうか？大モールドになります。シャープなモールドで深さもあります。主翼はどうでしょうか？主翼は細かい部分を除くと7パーツ構成。まずはラジエーターの組み立てから始める。ラジエーターは左右それぞれで4パーツ構成。左右主翼下につけるので2セット組むのね。次は主翼内に配置する機銃の組み立て。こちらも左右の主翼内に配置となるので2セット組む。パーツ構成は2パーツとなっている。いよいよ貼り合わせね。左右の主翼内に機銃とクリアパーツを仕込んでから貼り合わせ。貼り合わせたら機銃を差し込んで主翼下面にラジエーターを配置ね。機銃は見せる感じにカバーの開閉を選択できます。模型的には嬉しい構造ね。最後に翼端も取り付けるのだ。主翼のモールドはどうでしょうか？こちらも大モールドとなる。隅がよく流れそうなモールドです。次は水平尾翼ですね。水平尾翼は左右それぞれ2パーツずつ上下貼り合わせとなっています。なるほどね。貼り合わせたら胴体に差し込む構造。ここはいつもと同じ感じですね。さらにエアインテークの組み立てを行う。エアインテークは2パーツ構成。前後で分割されていますね。主翼下に配置して終了です。次はクリアパーツや足回りなのだ。ふむふむ。キャノピーは分割となるので操縦席の開閉選択ができる。胴体の一部も開閉するのね。ここも開閉を選べます。透明度は問題なさそうね。問題ないけどパーキングラインがあります。次は足回りですね。まずは左右主脚。主脚は左右それぞれで5パーツ構成。タイヤとホイール、試着、カバーの構成ね。次は尾輪ね。尾輪は1パーツ構成となっている。胴体に取り付けて終了なのだ。引き込み脚なので胴体につけるカバーもありますね。そうなのだ。最後は細かいパーツね。主翼下に気筒管。胴体左側にドアを取り付ける。では終わりに総評なのだ。今回はアカデミーの48分の1スケールスピットファイア FR マーク14の仮組みレビューしたのだ。仮組み後の感想はどうでしょうか？韓国アカデミー製品らしいくっきりとした大モールドキット。愛もよく簡単に形となった。機銃を見せれたりと模型的に楽しめる部分もありましたね。操縦席も割と細かい作り。パイロットがついていないが問題はなさそう。先人たちの感想とかはどうでしょうか？機種部分の形状が不正確との意見があります。なるほどね。修正するアフターパーツも販売されているみたいね。レジン製の補正セットってわけね。そうなのだ。最近だとエアフィックスからも出ていますね。赤箱であり近年作られたキットということでこちらの方が決定版となってしまうのかな。エアフィックスはイギリスのメーカー本場ですからね。とはいえ手頃な値段で販売されているキットでもあるわけで見かけたら選択肢に入れるのもありですね。では動画を最後までご視聴していただきありがとうございますなのだ。チャンネル登録と高評価をお願いしますなのだ。次回以降も飛行機プラモデルのレビューを続けていくのだ。ではバイバイ。